パくんです。こちらにですね、クララさんを招いております。韓国から日本に来て33年ということなんですが、33年も住んでると逆に韓国帰った時に、自分が変わってしまって、韓国と合わなくなってきた点はあるんじゃないかなと、文化ギャップみたいなところを聞いていきたいと思います。韓国を見てどのような部分が変わったなと感じていますか？タクシー。運転手さん。怖かった。今はね、優しいです。今はやったりすると怖いじゃないですか。ネットとかで書き込みとか。どのような種類の怖さですか？どこまで行ってくださいっていう、日本だったらそこまでちゃんと送ってくれるんだけど、韓国の運転手さん、ここでいいでしょとか言って、あっち横丁に入るからここで降りればみたいな感じで。私、意地を張って入ってください。戦うんですね。だからみんながやめてよって友達とか、そういうふうにするんだったら電車乗ったりバス乗ったりするのがいいじゃん。なんでタクシー乗ってここまで入りたいのになんで入らないのっていう。今そういうのすごい優しい。じゃあ昔はお願いして乗らせてくれるレベルの。大きい道路ではいいんだけど、やっぱりね、家がね、こう横丁なんとかこういうに入ったりするともう顔自体が嫌な顔して。怒られるみたいだからそれが嫌なので、違う人たちだったら、この辺でいいです。だから私は最後まで入りましょうと。今はないですよね。今は一切ない。逆に韓国にいる友達とか家族とかがクララさんを見て変わったねみたいなことは。年齢とともに自分がすごい成長したので、自己啓発とかも好きなので、そういうのを勉強してたので、あんまり怒らなくなりました。それは日本で住んでてっていうの関係はありそうですか？そういうのもあるかもしれないです。みんな周りが優しいから。最初すごいびっくりしたのが、日本に来て、ぶつかってきたら、私がこういうのぶつけたのに、相手はすいません、すいませんって言うから、この人たちどうしたのって思って、最初。すいません、すいませんって、どうしたの？私がぶつけたのにって思って、そうにしてたけど、それが自分も知らないうちにそれが身についてって、韓国に行っても、やめよって言うから、そうですよね。確かに。プサンは暑いイメージ。で、日本はマイルドで落ち着いてるから、それが知らないうちに身についてるかもしれない。そうですね。だから、東京と大阪も違うじゃないですか。で、友達が、東京ってすごい冷たいって言ってたんですよ。その人はね、多分遊びに行くのが福岡と九州と大阪。って言ってて、なんでって言ったら、東京すごいいいよって言ったら、東京は冷たいから嫌だって言う。何が冷たいのって言ったら、聞いても教えてくれない。聞いたら教えてくれるよって言ったら、友達が言うのが、大阪とかは困ってるそうな感じで本を開いただけで、どこ行くんですかっていう感じにするみたいで。で、東京の人はみんなが忙しそうなので聞けないとか言って、だからそれで東京嫌だってそう言ってました。同じ地域にいても大阪人が見る東京とプサンの人が見る東京って違うんですね。そう。でも大阪は私が前道聞いた時、あれ5年前です。で、道聞いた時、こっちとか、大丈夫ですよって言われたんですか？私が大丈夫ですよ、私一人で行きますのでって言ったら、ずっとついてくるから、それ話したんです。大阪の人何って言って、大丈夫ですよって何回も言ってるのについてきてて、と思ったんですね。なんだけど、だからみんなそれぞれの考え方が違う。面白いですね。だから言ってた友達とか、東京人になってるじゃんとか言って、そっか、とか言って。韓国も日本もこの30年間ですごく変わったじゃないですか。それを見てなんか感じることはあったりするんですか？韓国の方が発展が早くなって、日本の方は私33年ぐらい経ってるんだけど、あんまり変わってないなと思ってます。安定性みたいなイメージですか？安定性っていうか、30年前とか活気があって、あと、日本と韓国と比べてお金の差も結構あったんですね。うどんが800円だったら、韓国では日本円として250円で食べれたのに、で、あと、バイト代とかも韓国では200円、250円だったし、こっち800円ぐらいだったのにっていうのが、今、逆転されてるじゃないですか。専門学校も通う時も120万とかそんな感じだったのに、子供たちが学校入る時もその金額っていうかそんなあんまり差がなかったので、でも韓国はすごい高くなってるじゃないですか。だからそういうのが違う。確かにコーラとか日本はずっと100円、150円だ。今韓国でコーラ買おうとするとコンビニで250円とかするから。だから買えないんですよ。逆に。私ね、本当前から思ったのが、体感物価は韓国が高いと思います。
じゃあ最後なんですけれども、韓国がどういう国になってほしいとかもあったりするんですか？日本の子供は目立っちゃいけないとか、人に迷惑かけちゃいけないとか、そういうのがあるんだけど、韓国の方は絶対あなたが一番だよとか、そういう教育をして、間違ったをしてても叱らないでやったりするので、小さい時は可愛いかもしれないけど、だんだん大人になって怪物みたいな感じになったら困るじゃないですか。韓国が発展しているので誇らしいって思うんですけど、人の情っていうか、人柄、人の対してる尊重さとか、そういうのがちゃんとした国になってほしいです。ああ、確か。昔はご飯食うのにいっぱいだったから、1位にならないといけなかったんですけども、今はだいぶ余裕も出てきて、ご飯をいっぱい食べるから、そういう人柄の教育とか大事なんだなって僕も思っています。トイレの文化もそうなんです。最初はね、今考えたらそうなんですけど、トイレの前にみんな立てて、早い者勝ち。だから、どこを噛んで当てて、早く出るところにいたら勝ち。でも、日本に来た時、みんなね、一列で並んでるから、この人何やってるのって思ったら、効率いいな。だから全部こうにやるのが、先進玉だなって思うのがそれなんですよ。そういうのが今韓国にそうにあるし、あと久留米もそうだ。美味しいところでも最初すごい並んで待ってるから、なんでこんな食べ物に関してこういう並んで待つのって思って、韓国でそういう文化昔はなかったです。日本を追っていく部分があったりするんですね。でもほとんどそうなんですよ。ほとんどそうなんです。今不動産もそうだし、全部カフェにデザートの文化も日本があって、最初だから90年代、これ絶対韓国に持っていったらバズるって思ったんです。でも今はみんな、その時、その時期は、カフェはコーヒーとかそういうのしかなかった。そうなんですね。そうなんです。で、今はカフェにパンがあるの当たり前じゃないですか。僕はカフェにデザート一緒に売ってる時代の人だから、当たり前だと思っていました。だから何歳ですか？ 28なんですけど、2010年代ぐらい。で、昔はカフェはコーヒーしか売ってなかったんですよね。そう。コーヒーしかなかったので、だから多分、そういう最初はね、日本の、なんかこれ何って思ったのが、やっぱり後で考えてみたら、すごい、先進玉でこういうに、韓国もそういうようになっていく。はい。というところで、こちらに3回にわたって、韓国と日本ってこの30年間どう変わったのかなとか、日本で30年間過ごされていてどういうことがあって、クララ自身も変わっていったのかっていう話を聞けて、とても面白いお時間でした。で、クララさんはですね、今、化粧品関連の事業をされていて、そちらの方もぜひ興味のある方は、概要欄とコメント欄にクララさんの、SNS 貼っとくので、ぜひ見てみてください。はい。そしたらクララさん、お忙しい中、お時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。